DIY 教室フローリングの剥がし方。今回は上張りされたフローリングを剥がしていきます。こちらを使って DIY します。安全のために滑り止めのついた手袋を着用して作業に入りましょう。めくり始めは作業しやすい部屋の中央あたりにします。継ぎ目の角へ中バールを垂直に立て、金槌でバールを打ち込んでいきます。丸ノコを使う場合は丸ノコの刃を数ミリ程度出し、フローリングのつなぎ目に切り込みを入れ、30センチ程度の大きさで四角くカットします。カット部分に釘が入っている可能性があるので注意して刃を入れましょう。サネをカットすることでバールが入りやすくなります。バールの角度を少しずつ寝かせながら金槌でフローリングをめくり上げていきます。角が少しめくれ上がったらそこへバールを差し込み全体をめくり上げていきます。この時手を差し込むと挟まれて危険ですので、インテリアバールなどをかませながらめくり進めていきましょう。フローリングが途中で割れた場合は割れたところからバールを差し込んで剥がしていきます。ある程度の幅まで剥がせたら大バールに持ち替え、壁など周りを傷つけないように注意しながら一気に剥がしていきます。作業中の注意。剥がした後は釘が残っています。必ずしっかりした靴底の靴を履いて作業しましょう。バールやペンチなどで釘を抜きながら作業をすると安全です。防音フローリングの場合、残ったクッション材は手で剥がせるところは手で取り、残りはスクレーパーを使って削ぎ取ります。際ネタはインテリアバールを差し込み剥がします。幅木を取る場合、壁との隙間にインテリアバールを差し込み手前側に倒し剥がしていきます。小さいゴミはほうきなどで掃き取り、大きなゴミはカットして袋に詰め、自治体のルールに沿って処分しましょう。